様こんにちは、セリナです。今回は7月20日全国発売、7月12日より一部店舗先行発売中の RMK シンクロマティックアイシャドウパレットの新色全4色をご紹介していきます。今年は7月から8月にかけて各ブランド4色のアイシャドウパレットがたくさん発売されますが、こちらの RMK の4色パレットもとても話題となっていますよね。先行発売の店舗でお伺いしたところ、新色は4色ともそれぞれ同率の人気とのことでしたので、今回もパレットの中の1色ずつをそれぞれ単色だけでご紹介した後に、4色全色を使ったメイクルックをご紹介していきたいと思います。少しでも質感やカラー選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。 RMK フォールコレクション2023、今回ご紹介していくのはこちら、シンクロマティックアイシャドウパレット。4色をレイヤリングしてモノクロマティックな新しい世界をまぶたに。 RMK においてこれまでとは全く違うアプローチから生まれた新提案。ピサにまでこだわり抜いた色と質感のニューエッセンシャルパレット。重ねるごとに深みを増し、様々な質感やきらめきが混ざり合って作り出すのは、まるでワンカラーのように美しい柔らかくモダンなスモーキーアイ。 RMK 新質感のライトシャイニーを含むシャイニー、シマー、パールシマー、マットのきらめきや艶を放つ質感と色は、それぞれが主役級でありながら4色すべてを重ねても濁らず、奥行きを生みながらもダークにならない設計を追求しました。白膜感や厚みの出にくい処方だから肌の色を生かしてクリアに発色。透明感と艶のあるパウダーがまぶたに柔らかく伸び広がり、しっとりと肌と一体化。肌に馴染みながらも主張する奥行きと透明感が目元を彩り、まとう人のパーソナリティをより一層引き立てます。新色は全4色展開で、01番のソフトスポットは柔らかで洗練された目元を作るモダンベージュパレット。ブラウンをベースに重ねれば凛としたスモーキーアイが完成。シーン、肌の色、年齢を問わないスーパーモダンエッセンシャルな4色。クールでオルタナティブなエッセンスをプラス。02番のストリートスマートはモダンでクールなムードを演出するゴールデンアンバーパレット。イエローのアンダートーンでまとめた4色をレイヤーして仕上げる新しいアンバーブラウンのワンカラーは甘くなくクール。スタイリッシュでいて柔らかな雰囲気も引き出してくれる。03番のコンパッショネイトは心躍らせるオレンジが目を引く甘さとかっこよさを兼ね備えたピーチブラウンパレット。マットを効かせて可愛くもムーディーにも情熱的な印象にも多彩な表情を引き出すニューエッセンシャルな4色。そして04番のオールハートは人懐っこいスイートな雰囲気を醸しながらも今を感じさせる大人のセピアピンクパレット。それぞれのカラーは1色で使えば甘さを引き立て、重ねるごとにシックで洗練されたニュアンスに。それでは早速01番のソフトスポットのカラーから、まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをご紹介していきたいと思います。こちらのパレットはカラーごとにライトシャイニー、シャイニー、シマー、パールシマー、そしてマットの5つの質感がそれぞれ異なって配置されているということで、こちらの01番のソフトスポットのカラーは、まず左上のこちらはライトシャイニータイプ、続いて隣はマットタイプ、続いて左下もマットタイプ、そして右下はシャイニータイプとなっています。パールシマーの質感は今回ご紹介している新色4色のうちには入っていなくて、同時に発売された限定色にのみ使われている質感だそうです。ではまずこちら左上のライトシャイニータイプ。
新しい質感ということで、どんな感じか特に楽しみにしていました。こんな感じでベースに程よいカラーもつきつつも、まぶたの上に自然なパールによるツヤと微細なラメの輝きを感じられるようなカラーです。手元で見た時も感じましたが、今回のアイシャドウはしっとりとしているのに軽くて、かなり肌なじみがいい質感だと思います。はい、まずは1色目、左上のライトシャイニータイプはこんな感じでした。こちらの01番はモダンベージュパレットという説明の通り、1色目からこんな感じでかなり肌なじみのいいベーシックに使いやすそうなベージュカラーでした。寝室感のライトシャイニータイプはまぶたの上にのせてみると意外とパール感やラメ感が強すぎなくて、しっとりとしていて柔らかいパウダーがベースについた上に微細なパールとラメがキラッと輝くような質感なので、顔を動かした時にさりげないツヤ感が楽しめる程度で、普段使いもしやすそうな派手になりすぎない程よいツヤめきがとても素敵だなと思います。少し温かみも感じるようなベージュカラーですが、そこまで黄身に寄りすぎていないところも使いやすそうなポイントです。続いて右上のマットタイプです。今回のパレットはこのマットタイプもしっとりとしていますが軽くて、手元で見た時も綺麗に肌に溶け込むように馴染んでくれる質感だなと思いましたが、まぶたの上にのせてもこんな感じでしっかりとカラーはつきますが、まぶたに自然な陰影をつけてくれるようなとても馴染みのいい粉質です。指で塗っても全然濃くなりすぎなくてかなり使いやすいと思います。はい、2色目のマットタイプはこんな感じでした。指でしっかりと何度か重ねてみましたが、こんな感じでしっとりとしていて軽く、かなり伸びのいい粉質なので、目の際やアイホールに向かってもかなり自然に馴染んでくれます。マットタイプのアイシャドウを使いたいけれどなかなかうまくなじませることができないという方や、メイク初心者の方にもものすごく使いやすい質感なんじゃないかなと思います。こちらもベーシックなベージュブラウンといった発色ですが、少し寒色っぽい要素も感じられるので、肌の色問わず使いやすそうなベージュブラウンカラーなんじゃないかなと思います。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のマットタイプです。3色目も先ほどと同様のマットタイプですね。こちらも一見2色目とカラーが似ているように感じますが、こちらの方がより深みのあるブラウンカラーという感じです。まぶたの上にのせていくと、やはりこちらにもしっかりと深みを感じますが、とても伸びのいい粉質なので、しっかりと陰影もつきつつも濃くなりすぎないような、とてもカラー調整のしやすい質感です。はい、3色目のマットタイプもこんな感じで、2色目よりもさらに締め色効果を発揮してくれる深めのブラウンカラーでしたが、それでもこんな感じで指で塗っても綺麗にまぶたに馴染んでくれました。そしてこちらのブラウンカラーは暖色寄りというよりも少しパープルやグレーのニュアンスを感じるような寒色寄りのブラウンカラーだったので、こちらのカラーをメインに使うとブランドからの説明にもあった通りスモーキーな印象のメイクも楽しめるんじゃないかなと思います。最後こちら右下のシャイニータイプです。最初のライトシャイニータイプよりもさらにラメが小粒な感じがします。ただこちらもしっかりとベースのカラーも感じられるので、ラメだけが浮いてしまうということもなく、単色でもとても可愛く仕上げられそうなカラーです。はい、4色目のシャイニータイプはこんな感じでした。まぶたの上にのせてみると意外とベースのカラーがかなりしっかりと発色してくれて、その上に大粒のラメがキラキラと輝いてくれるような質感だったので、高発色なカラーとラメのカラーの2色で仕上げた時のような自然な立体感と陰影がついていて、とても使いやすいカラーだなと思いました。
少しだけ寒色の要素も感じられるような落ち着いたピンクカラーの上にシルバーの大粒ラメがキラキラと輝くので、こちらも肌の色問わず使いやすいカラーなんじゃないかなと思います。しっかりと大粒のラメを楽しめるカラーですが、ラメ飛びなども気にせずに使いやすいところもすごくいいポイントだなと感じました。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは01番のソフトスポット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。今回どのタイプもかなり質感が良かったですが、個人的には特にこのマットタイプのしっかりと陰影はつくのにちゃんと綺麗に肌に馴染んでくれるところと、この伸びのいい粉質がものすごくいいなと思ったので、このパレットの中でも特にしっかりとカラーがつくこちらの左下のカラーをベースに塗っていきたいと思います。こちらは寒色要素の強いブラウンカラーなので、温かみのあるカラーが苦手な方にも使いやすいブラウン系のメイクが楽しめるんじゃないかなと思います。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。あえてベースにマットのタイプを仕込んでおいて、上からこのシャイニータイプを重ねることでよりしっかりとこちらのカラーの大粒ラメを引き立てていきます。続いて右上のカラーをマックのアイシャドウブラシに取って下まぶたのまつげの際を中心に全体にぼかしながら塗っていきます。とても柔らかい粉質なのとカラーもそこまで濃くつきすぎないタイプなので、ブラシで調整していけば下まぶたに塗っても暗くなりすぎずに塗ることができます。下まぶたをしっかりと引き締めていきます。最後に左上のカラーを指に取ってアイシャドウを塗ってある境目からアイホールに向かってをぼかしながらのせていって、そのままアイシャドウブラシに戻って下まぶた全体にも重ねていきます。はい、01番のソフトスポット全色を使ったメイクが完成しました。今回4色ともかなりベーシックなベージュブラウン系でまとまっているパレットだなと思いましたが、実際にまぶたの上にのせてみると全体的に寒色のニュアンスが効いているようなベージュブラウンパレットだったので、今回はパープルの要素を感じる寒色系のブラウンをしっかりとベースに塗った上に、上からさらに少し寒色の要素も感じるようなピンクのシャイニーカラーを組み合わせて寒色寄りのベーシックメイクをイメージしてみました。下まぶたの細かい部分以外は全て指塗りで仕上げてみましたが、ベースに塗ったしっかりと発色をしてくれるマットのタイプもかなり伸びがいいので、ブラシを使わなくても綺麗に目の際やアイホールに向かって馴染んでくれて、本当に使いやすい質感のパレットだなと思いました。ブランドからのカラー説明にもシーン、肌の色、年齢を問わないスーパーモダンエッセンシャルな4色という記載なだけあって、本当にいろいろなタイプの方に使いやすいパレットなんじゃないかなと思いました。ブラウン系パレットの中の新定番になってくれるんじゃないかなと思います。引きで見るとこんな感じです。では続いて02番のストリートスマート。まずは1色ずつ単色塗りでご紹介していきます。こちらのパレットは左上からライトシャイニー、続いて隣はマット、そして左下はシマー、最後右下のカラーはシャイニーという配色になっています。ではまず左上のカラーです。こちらは1色目の左上のカラーと同様のライトシャイニータイプですね。カラー自体も01番のパレットと少し似ているかなという印象ですが、
まぶたの上にのせてみるとこんな感じで、こちらのカラーの方が全体的にイエローのニュアンスを強く感じます。肌なじみはとてもいいですが、この絶妙なイエローニュアンスがとても可愛いです。はい、1色目、左上のカラーはこんな感じでした。一見01番のパレットの左上のカラーとかなり似ている、とても肌なじみのいいベースカラーかなというふうに思いましたが、まぶたの上にしっかりと重ねていくと、肌なじみのいいベースの上にイエローの微細なパールやラメによるきらめきを感じるので、派手すぎる印象にはならないですが、自然なイエローニュアンスを楽しめるところがとてもさりげなくて可愛いカラーだなと思います。続いて右上のカラー。こちらはマットタイプですね。02番のパレットも01と同様、かなり伸びのいいしっとりとした粉質のマットタイプでした。カラーはブランドからの説明の通りのアンバーブラウンという感じで、01の寒色寄りのブラウンとはまたイメージの違った温かみのあるブラウンカラーで、こちらも可愛いですね。はい、2色目のマットタイプはこんな感じでした。まぶたの上に重ねていくほど、しっかりとブラウンの中にオレンジのニュアンスを感じることができて、とてもおしゃれなアンバーブラウンに発色してくれました。しっかりとオレンジの要素は感じられますが、明るくなりすぎない発色なところがとても絶妙だなと思います。温かみのあるブラウン系のカラーがお好きな方にはかなりおすすめのカラーです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。続いてシマータイプです。シマータイプは先ほどの01番のパレットには入っていない質感でした。ただやはりこちらも他の質感と比較してもしっかりとベースのカラーが発色して、その上に程よいパールとラメのきらめきを感じるような質感ですね。シャイニータイプよりもラメの量が少し抑えめな印象です。はい、3色目のシマータイプはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので深みはありますが、もう少しパープルやピンク寄りに発色するのかなと思いましたが、まぶたの上にのせるとこんな感じで、かなりブラウンに近いような深みのあるパープルのカラーがしっかりと発色した上に、上からピンクやパープルのラメがキラッと輝くようなタイプでした。こちらもしっかりとカラーのラメ感を楽しむことができますが、他のカラーと同様、そこまでパールやラメ感が強すぎたり、ギラギラしすぎてしまうということはないので、程よいラメのアクセントを楽しみつつも、派手すぎないところがとても使いやすそうだなと思います。最後、右下のカラーです。最後はシャイニータイプです。もう少し明るいイエローのカラーがはっきりと乗るのかなと思いましたが、やはりベースの粉質がかなり肌なじみのいいタイプだからか、イエローの明るさは出ますが、しっかりと肌に馴染むところがものすごく綺麗だと思います。はい、最後4色目のシマータイプはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、かなり派手なイエローゴールド系に仕上がるのかなと思いましたが、ベースのイエローのカラーがかなり肌なじみがいいタイプだったので、イエローの明るさは出ますが、ちゃんと上品な印象も残してくれているところがすごいなと思います。上から輝くイエローやゴールドの大粒のラメ感もとても華やかです。3色目と4色目はそれぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは02番のストリートスマート全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。今回のパレットはこのマットのカラーをベースに塗っておけば綺麗に目元に陰影と立体感を出してくれることができるので、個人的にはマットをベースに塗ってメイクを作っていくのがとてもおすすめだなと感じました。
続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらのカラーがまぶたの上にのせてみると、見た目よりもかなり発色が良くて深みがあるカラーだったので、目尻に締め色として塗っていくと、しっかりと目の際を締めてくれるのはもちろん、さりげなくラメやパールが光る感じもとても可愛いです。この2色だけでも綺麗な立体感が出てくれますよね。続いて左上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。上まぶたは深みのあるカラーを中心に使ったので、下まぶたは軽やかなニュアンスカラーでまとめていきます。最後に右下のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にラメを重ねていきます。このカラーを重ねることで一気にトレンド感あふれる目元に見せてくれます。はい、02番のストリートスマート全色を使ったメイクが完成しました。全体的にゴールドやアンバー系のトーンでまとまっていたパレットでしたが、最後にのせたイエローゴールドのラメカラーが意外とベースに透け感があるのと、そこまで明るく派手すぎないカラーだったので、深みのあるカラーでベースを作っておいて、最後にアクセントとして重ねると、とても大人っぽいゴールド系のメイクに仕上がったかなと思います。ただ全体的に深みのあるカラーのパレットでしたが、4色重ねても暗くなってしまうことはなく、まさにブランドからの説明の通りの程よいクールさの中にも柔らかな印象を残してくれている絶妙パレットだなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いては03番のコンパッショネートです。まずは単色抜きをご紹介していきます。こちらのパレットは左上からライトシャイニー、右上がマット、左下がシマータイプ、そして右下がシャイニータイプという配色です。まずは1色目、左上のカラー。03番のパレットのライトシャイニータイプはこんな感じで、01番、02番と比較すると、よりしっかりとベースのカラーに深みを感じられるような発色です。甘さとかっこよさを兼ね備えたピーチブラウンパレットというだけあって、1色目から少しピーチのニュアンスも感じるような程よいベージュブラウンのようなカラーですね。はい、1色目のライトシャイニータイプはこんな感じでした。まぶたの上にしっかりと何度か重ねていくと、明るめのベージュブラウンのカラーの中にもピーチの要素をしっかりと感じることができて、上からゴールドの微細なラメがキラッと輝くところがさりげなくてとても可愛いです。続いて右上のカラーです。こちらはマットタイプです。こちらのマットタイプも01番と02番と同様、一見ベーシックなブラウン系に感じますが、こんな感じでまぶたの上にのせてみると、柔らかいピンクブラウンのような発色で、とてもトレンド感があって可愛いブラウンカラーです。はい、2色目、マットタイプはこんな感じでした。指で何とか重ねていくと、よりしっかりとピンクのカラーを感じることができて、少しくすみ感を感じるようなピンクがよく効いている柔らかいピンクブラウンという感じの発色でした。柔らかいイメージに仕上がってとても可愛いカラーですが、ピンクに少しくすみ感があることで可愛らしくなりすぎずに少しだけクールな要素も兼ね備えているところがとても絶妙です。このカラー個人的にもものすごく可愛いなと思います。1色目と2色目それぞれ引きてみるとこんな感じです。続いて左下のカラー。こちらはシマータイプですね。やはりシマータイプは先ほどの02番のパレットと同様、
他のカラーよりもベースのカラーの発色がとても良いタイプなんだなと思いました。はい、3色目のシマータイプはこんな感じでした。03番のパレットは手元で見た感じ、全体的に温かみを感じるようなピーチ系カラーでまとまっているのかなという印象でしたが、こちらのカラーはまぶたの上にのせてみるとこんな感じで、かなり深みがあってくすみ感を感じるようなピンクブラウンの中にも、さらに寒色寄りのパープルのニュアンスも感じるようなカラーだったので、こちらのカラーをメインに使うと少し寒色の要素もプラスできるんじゃないかなと思いました。ピンクやオレンジのラメがキラッと輝くところがとても可愛いです。最後、右下のカラーです。こちらのカラーはパレットを見たままのような明るめのオレンジピンクという感じのカラーですね。一気に目元が華やかになってとても可愛いです。はい、4色目のシャイニータイプはこんな感じでした。少しだけオレンジの要素も感じるような温かみのある明るめピンクのベースに、さらに上から微細なゴールドやオレンジのラメがキラキラと輝く、とても明るくて華やかな目元に見せてくれるカラーでした。今回のパレットは全体的にくすみ感があったり落ち着いたニュアンスのカラーが多かったので、こういった明るめのカラーをアクセントで使うのも可愛いんじゃないかなと思います。3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは03番のコンパッショネイト全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。個人的には特にこちらのピンクブラウンのカラーがものすごく可愛いなと思ったので、しっかりとベースとして塗っていきます。今回の新色は4色とも全てマットタイプがいろいろなニュアンスを感じられるブラウンカラーのところもすごく素敵ですよね。続いて右下のカラーを指に取って先ほどのせたマットカラーの上に重ねるようにしてのせていきます。今重ねているシャイニーのカラーはしっかりと大粒のラメ感と明るさを感じるピンクカラーだったので、ベースにマットのピンクブラウンを仕込んでおくことでよりこの明るさが際立つのと、重ねることで腫れぼったい印象に見えずに立体感を出すことができます。この2色だけでもとても可愛いですよね。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。最後に左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。そのまま黒目の中心にも重ねていきます。はい、03番のコンパッショネイト全色を使ったメイクが完成しました。ブランドからの説明だとピーチブラウンパレットとのことでしたが、実際にまぶたの上にのせてみた感じ、もちろんピーチのニュアンスも感じますが、個人的にはピンクの要素もしっかりと感じられる華やかさと可愛らしさを出してくれるようなパレットだったなと思いました。全体的に温かみのある柔らかいピンクニュアンスでまとまっていましたが、目尻に重ねたカラーに少し寒色の要素も感じられたので、可愛らしいイメージですが甘くなりすぎずに程よくクールな印象も残してくれるというところは説明の通りだなと思いました。引きで見るとこんな感じです。それでは最後04番のオールハートです。まずは1色ずつ単色塗りをご紹介していきます。オールハートは左上からライトシャイニー、マット、シマー、そしてシャイニータイプ、
という配色になっています。それではまず左上のカラーです。こちらはセピアピンクパレットということで、全体的にくすみ感が効いているパレットな印象ですよね。1色目のライトシャイニータイプも他のカラーと同様、ベースのカラーはかなりナチュラルな発色ですが、こちらにも少しセピアっぽいくすんだ印象を感じます。はい、1色目のライトシャイニータイプはこんな感じでした。ホワイトに近いような明るめのパープルピンクといった感じのベースのカラーですが、どこかくすみニュアンスも感じるので、明るいカラーですが白っぽく浮かないところがすごく使いやすいなと思いました。ラメ感やパール感はかなり微細で、よく見るとホワイトやシルバーの微細ラメがキラッと角度によって輝くような印象です。続いて右上のカラー。こちらはマットタイプです。01番から03番までのマットタイプはブラウンのベースにそれぞれカラーニュアンスがついているような印象でしたが、こちらの04番のマットタイプは一見パレットで見ると深みのあるモーブ系カラーのように感じましたが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで、こちらにも意外とブラウンのニュアンスを感じることができて、深めのブラウンカラーのベースにモーブのニュアンスが効いているような、とても絶妙なカラーです。はい、2色目のマットタイプはこんな感じでした。指でなんとかしっかりと重ねていっても、モーブカラーのニュアンスは感じられますが、絶妙なニュアンスが効いたブラウン系のアイシャドウといった印象で使えるところが、ものすごく計算されているカラーだなと思いました。こういったモーブ系のカラーを取り入れてみたいけれど、少しカラーメイクっぽい印象になってしまうのが気になるという方にとても使いやすいと思います。本当に今回のパレットのマットタイプは質感だけでなくカラーのニュアンスもとても綺麗だなという印象です。1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらがシマータイプです。こちらもしっかりとベースにパープルのニュアンスを感じるようなブラウンのカラーがついています。その上にシルバーのラメがしっかりと輝いて透明感をアップさせてくれています。はい、3色目のシマータイプはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、もう少しくすみ感が強いのかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみると、ベースのカラーはパープルのニュアンスを感じるような深みのあるブラウンカラーなので、しっかりと目元の印象は引き締めつつも、上からシルバーのラメがキラッと輝くので、そこまで暗くなりすぎずに絶妙な透明感も引き出してくれるところがとても大人っぽいカラーだなと思います。最後、右下のカラーです。シャイニータイプはこんな感じです。パレットの見た目よりも意外と深みが出るような発色ですね。こちらも反対に塗っているシマータイプと同様、シルバーのラメが効いていてとても綺麗です。はい、最後4色目のシャイニータイプはこんな感じでした。こちらは少しくすみ感も感じるような明るいピンクパープルといった感じの発色で、04番のパレットは他のパレットと比べてもより全体的にまとまりのある4色で構成されているなという印象でした。そしてこちらのカラーも反対に塗っているシマータイプと同様、シルバーのラメがキラリと輝きますが、よく見るとシルバーの他にも微細なブルーのラメも輝くので、よりしっかりと透明感を引き出してくれるようなカラーです。3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは04番のオールハート全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取ってメイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。
目尻に深みとこのシルバーのラメの絶妙な透明感と艶めきが合わさってとても可愛いです。続いて右下のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。上まぶたは深みのあるカラーで作ったので、下まぶたに少し明るさとラメ感を出していきます。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。はい、最後04番のボールハート全色を使ったメイクが完成しました。上まぶたは比較的深みのあるカラーでまとめて、下まぶたに明るさのあるカラーを使ってみましたが、やはりこちらのパレットは全4色の中でも全体的にカラーのニュアンスがよくまとまっていたので、全色を使ってもこんな感じで程よいワントーンに仕上がってくれました。透明感を感じるようなパープルカラーがメインですが、全体的に深みも感じられるので、大人っぽさと透明感を両立してくれているようなメイクに仕上がったと思います。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで7月12日より一部店舗で先行発売を行っている RMK のシンクロマティックアイシャドウパレット新色全4色をご紹介していきました。どのパレットにも程よいくすみ感が効いていて、全体的にとても落ち着いたカラーニュアンスで普段使いもしやすく、メイク初心者の方にも使いやすそうなベーシックなカラーが揃っているパレットでした。そして何よりも今回の新作アイシャドウは粉質がとても良くて、しっとりとしていて軽く、かなり伸びがいい粉質なので、指で塗っても綺麗にアイシャドウがぼけてくれました。個人的には特にマットタイプの質感とカラーの絶妙さがものすごくお気に入りになりました。とても注目度が高いパレットとなっておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。